おはようございます。メリカミ太一です。今日はですね、豚肩ロースの塊と玉ねぎ、プリュノを使ってローストしていきたいと思います。動画の中でですね、肉の塊をタコ糸で縛るフィッセルという作業と、塊のままローストするロティという作業を紹介していきます。日本でも簡単に揃う食材なので、ぜひ試してみてください。それでは始めましょう。今日は肩ロースを使っていきます。部位的にはですね、首の後ろ、肩甲骨の後ろら辺にあるロースの肉ですね。この部位、筋肉をよく使ってますので、筋肉質で適度に油が噛んでて、塊のままローティーするにはちょうどいい部位だと思います。少し余分な油は取ってあります。それではフィスレしていきます。フィスレ、タコ糸で縛る作業のことをフィスレと言いますけども、塊で焼くときにですね、とても重要な作業の一つです。正面上になる部分を決めてタコ糸を横一周、これあまりきつく縛りすぎないで一応形を整えるだけの感じなんで、ゆったりと、縛ってやってください。それではフィッセルかけていきますね。この時ですけどもなるべく太い方からかけていきます。下がですねまっすぐ糸が通っているかどうか左右に動かしながらですね確認して、こういう感じで2回回して止めてあります。この後ですね、左手でタコ糸の端を持って右手でこのような感じですね、2周輪っかを回してやって輪っかを作って、それを肉に通していきます。この時ですね、肉の下こういう感じに糸を動かしてやってまっすぐ通ってるか確認してあります。この時ですね、下がまっすぐ通ってないとですね、糸がたるんでしまってフィッセルする意味がありませんので、よく確認して、続けてください。はい、もう一度左手で端を持って右手で輪っかを作って2周回します。これ2周回すことによってですね、この時タコ糸をこう強く締めた時にですね、タコ糸がずれないので、2周に回してください。もう一度、はい、左手で持って片手で輪っかを2周回します。この作業を最後まで繰り返していきます。フィッセルする必要性ですけども、塊の肉をですねなるべく均一の大きさ厚さにすることによって、あとロティですね、ローストする時に均一に火が入るというのと、あと肉の縮みを最小限に抑えることができますので、このテクニックはとても重要なテクニックの一つです。またファルスなどをした場合はまた違った感じのフィッセルの仕方がありますので、また、機会があれば紹介していきたいと思います。最後までいきましたので、ひっくり返してですね、裏の方の糸を通していきたいと思います。はい、このような形にですね、一つ飛ばしても構わないので、糸をくぐらさして、固定していきます。裏の固定が終わりましたので表に向けます。はい、で余ってた糸でですね、タコ糸で、ちゃんと結びますね。はい、この時二重にやってやると、タコ糸が動きにくいので縛りやすいです。で残った糸ですね、あと最後一周巻いて、はい、きれいに縛って完成です。今回紹介したフィッセルですけども、このような形でですね、均一な太さ大きさになるようにフィッセルをかけてます。はい、これはあくまでも塊のままですねロティする用のフィッセルの仕方です。また、いろいろな方法ありますけども、また紹介していきます。それでは玉ねぎの方、エプルシェですね、エプルシェ皮を剥いていきます。今回ですね、銃の中にですね大量の玉ねぎが入りますので、いつもより多めの玉ねぎをエプルシェしていきます。皮を剥いていきますね。この時ですけども、頭も芯もきれいに取って、もちろん乾いてる1枚目の皮も剥いていきます。ニンニクも同様に皮を剥いて芯を取っていきます。今回の材料はですね、至ってシンプル。玉ねぎ、ニンニク、プラム、豚肩ロース、マデラ酒とフォンドボーになります。それではエマンセしていきます。スライスです。このような形に横に切り目を入れてエマンセスライスしていきます。今回は出来上がりの銃の中に玉ねぎの残したいので、繊維に沿ってスライスしていきます。ニンニクも同様にですねエマンセしていきます。汗染めしていきます。汗染めですね。塩コショウで味をつけることですけども、塊でローストする場合の肉の汗染めですけども、いつもより心持ち多めに塩コショウきっちりしてあります。その後よくすり込んであります。それではストーブ、ココット鍋ですね。もしなければフライパンでも構いません。温めてオリーブオイルを軽く引いてですね、正面になる部分から焼いていきます。この時ですけども、ロティする前に全面きれいに焼き色をつけることによって先ほど汗染めした味が入りやすいのと、肉汁が外に出にくくするための作業です。なのでロティする前にはよく周りを焼いてやってからオーブンに放り込んでいきます。
火加減ですけども、中火と弱火の間らへん、ずっとチューという音がするぐらいを保ちながらですね、焦がさないように全体的に焼き色をつけていきます。最後正面ですね、正面を上にしてオーブンに放り込んでいきます。蓋はなしでオーブンに放り込みますね。そうしたら10分経ちましたので出します。ここで、アロゼという作業ですね。油をかけてやるということです。この時ですね、豚から出た油と旨味が、残ってますので、それをスプーンですくって上からかけてやります。こうすることによって肉がしっとり上がるのと、旨味が表面についてより香ばしく焼けます。アロゼという作業ですけども、これ非常に大切で、オーブンから出すたびにですね、油をかけてやることによってより美味しいロティが出来上がります。半分ですね、今20分経ちましたので、ここで一旦肉を揚げて、先ほど切っておいた玉ねぎとニンニクを入れてですね、軽く塩をしてやります。軽く塩をして水気を出さしてですね、汗をかかして軽く塩をして肉を戻してまたオーブンに入れてやります。はい、それでは10分経ったのでまた出してやります。この時ですね、もし油が少ないなと感じれば入れてやってもいいですけども、多分必要ないと思います。こんだけ、量が減ってきたので、場所を作ってですね、先ほどの取り出した肉の裏面になってた部分を上に上げて、再度オーブンに入れてロティし続けます。再度10分経ちました。オーブンから出してだいぶ色がついてますね。もう一度肉を揚げて、再度表になってた部分ですね、最初表にしてた部分を上にして、最後プルーンを入れてもう一度ロティしていきます。この玉ねぎとかプルーンと一緒にですね、ロティをしてソースを仕上げていく方法をとりますと、肉にプルーンとか玉ねぎの香りが移ってとても美味しく仕上がります。火が通ったかの目安ですけども、触ってみてですね、弾力のある感じ、火が通った証拠です。あとはもしくは、竹串で刺してですね、透明な汁が出てきたら火が通った証拠です。ロポゼしますね。休ませます。オーブンに入っていた時間の分だけ、温かいところでですね、アルミホイルなどでくるんで、常温でも構いませんので、休ませてやります。こうすることによってですね、中で肉汁が回っているのが全体的に休まってですね、ジューシーに仕上がります。もうちょっとキャラメリゼしてからですね、マデラッシュで、デグラスしていきたいと思います。この時フランベ、アルコールを飛ばす作業をしますけども、あえて火をつける必要はないです。火をつけてしまいますと中に入っている食材が焦げて味が移ってしまいますので、その必要はないです。フォンドボーを足していきます。フォンドボーの動画ですけども、そのうち上げますのでよろしくお願いします。フォンドボーの代わりにですね、10度ボラー油の動画の、鶏の骨を豚の骨に変えて同じように取って使ってみてください。味を見る作業はとても大切なので、常に味見はしてください。はい、ロボでですね、40分経ちましたので、まずフィッセルを外していきます。先ほども言いましたけども、ロポゼ、オーブンに入っていた時間分だけロポゼするというのはですね、非常に重要になってきます。そうすることによってですね、180度のオーブンで火が入ってて、中の肉汁がですね、滞留している肉汁がゆっくり休ますことによってですね、肉全体に行き渡るですね。そうすることによってよりジューシーに仕上がります。はい、この時ですけども、なるべく包丁とかで刺さないようにですね、フィッセルだけきれいに外して、はい、あともうちょっとだけ、アルミを置いてですね、温かいところで休ませてやります。今回付け合わせはですね、じゃがいもを使ってパイヤソンを作りました。また動画は別であげたいと思います。風味のいいバターを仕上げてやります。最後6カットしてガレンチュール付け合わせにします。それではロボゼした肉をですね切っていきますね。基本的に塊でロティした肉ですけども、分厚く切ることはないです。だいたい 3,4 ミリぐらいのサイズですね、厚さで切っていきます。このような感じですね。じっくりロポゼしていることによってですね、全体的にピンクに上がってますし、切った時に肉汁が溢れ出ないですね。ゆっくり休ませている証拠です。それではドレッシングしていきます。まずパイヤソンですね。パイヤソンを置いて、その後、肉ですね、スライスした肉を置いてあります。でソース、これソース兼ガルニチューですね。プリューノは今回種付きのままですけども、種がなくてもいいと思います。日本でも手に入る材料だけなので、ぜひ、挑戦してみてください。これ非常に美味しいですね。プリューノの甘みと玉ねぎの甘みが重なってですね、豚ととても相性がいい
料理です。ぜひ試してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。